Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さん、自分って単語を覚えるのが苦手だなって思ったことはありませんか？僕は中学生とか高校生の時、英単語を覚えるのがすごく苦手で、友達から聞いた、寝ている時も英単語を聞いていれば覚えられるよっていう方法を試すために高いイヤホンを買ってやってみたんですけど、もちろん覚えなかったよね。はい、トムしか覚えてない。トムに会った時しか使えないよね。あとは友達のよくわからない、人間は右と左の目があるから本を2つ置いて、右目は右の本を、左目は左の本を見ながら単語を覚えれば大丈夫っていう方法があったんですけど、ちょっと僕はバカだったのでそれを少し信じてやってみたんですけど、だんだん目が離れていって少しおかしくなって、覚えられてるかもっていう状態になりました。いや、危ない危ない。だからいろいろな単語を覚える方法をやってきた僕が、これをやっている人は効率が悪いという方法を教えます。前に単語の覚え方の動画を作ったんですけど、それを見ていてもやってはいけない覚え方をしている人はあまり意味がないです。ですので、まずはやってはいけない方法を覚えてください。まず一つ目は、同じ単語を繰り返して書く人です。これ絶対やってたよね。何回も書くからいいんじゃないのって思うと思うんですけど、そうじゃないんですよ。僕たち日本人は小さい時に毎日漢字を書く練習がありました。学校の先生が宿題を出してみんなそれを家でやっていくんですけど、次の日にある漢字テストでいい点数を取る人と悪い点数を取る人がいました。それで僕、なんで点数がそんなに違うのと思って違いを見ていたら、悪い点数の人は一つの漢字をまず最初に10個書いて、終わったら次の漢字を10個書いていました。でも点数のいい人はそれぞれの漢字を一つずつ書いていって、全部終わったらまた上から一つずつ書いていっていました。これどういうことかというと、皆さんはゲシュタルト崩壊って聞いたことありませんか？同じ文字をずっと書いてると、もう何書いているかよくわかんなくなっちゃうっていう現象のことです。これと同じで、一つの漢字を10個書いていた人は、もう多分最後の5個ぐらいはあまり何書いてるかよくわかんない状態だったんですよ。だから皆さんもやってみるとわかると思うんですけど、一つの漢字をたくさん書いていくと、終わった後に最初の漢字を見ると、あれって全然覚えてないと思います。もちろん単語を覚える時も同じで、一つの単語を書いたら次の単語を書く。そういう風に繰り返してください。2つ目は単語だけを覚えようとしている人です。フレーズを作って覚えた方がいいです。やめてくれよ、ひとき。単語も覚えられないのに文章を覚えられるわけがないだろ。待って僕もスペイン語勉強してるからわかる。たくさん覚えないといけない単語があるのに、一つ一つフレーズ作れないよね。だから僕からの提案なんですけど、単語帳の中で生活に本当に必要な単語だけフレーズを作りましょう。だってさ、まだ日本語話せないのにさ、鉄って使う？作家って使う？使う人もいるかもしれないですけど、まず最初は起きるとか寝るとか食べるとか、よく使う単語を覚えると思います。だからこういう単語でフレーズを作るんですけど、なんでフレーズを作るといいかというと、日本語の頭ができるからです。例えば使うという動詞を覚えるときに、一緒にパソコンを使いたいというフレーズを覚えたら、一人でいる時もパソコンどこ？パソコン使いたいという風に自分の中で話ができるんですよね。そうすると話す相手がいなくてもどんどん自分の中でたくさん使われて、しかもフレーズが増えるとだんだん言えることが多くなってきて、気づいたら日本人と話せるようになっていることが本当にあるんですよ。僕は英語は本当にそれで勉強しました。中国語は正直台湾に行ってたので、そこで話す人もいたので、僕が一人で話してたから話せるようになったとは言えないんですけど、英語は本当に僕一人で話していて、今少し話せるので、コミュニケーションレベルは全然いけます。もちろん JLPT 日本語能力試験を受けたい人もこれはすごくおすすめです。確かに日常生活の単語だけだと全然足りないんですけど、日本語の頭ができると新しい単語を覚えるのはすごく早くなります。
だって皆さんも新しい言葉を覚える時に自分の国の言葉だったらすぐ覚えられるけど、日本語とか外国語だったらちょっと覚えにくいですよね。それも同じだし、あとは他の人と話す時にやっぱり誰かと話すっていう経験はすごくいい刺激になって記憶に残りやすいので、どんどん新しい単語を覚えていきます。3つ目のダメな人は単語を発音しない人です。でもさ、単語を覚えるときに一人でブツブツ言っていたら気持ち悪くない？いや、我慢して。単語を覚えるときにそんなかっこよくなりたい？そんな高いペンと高いノートを持ってスターバックスに行って MacBook を開いてそこで単語を勉強する必要ある？コーヒー飲みながら音楽ガンガン聴いて単語を見るだけはもうやめよう。人間には感覚が5つあるので、それを全部使って見るだけじゃなくて、見たらその単語を書いてそれを話して自分で言った言葉を聞いて、いろんな感覚を使って覚えた方が効率いいと思いませんか？これも前の動画でちゃんと説明したのでそっちを見てください。あとやっぱ最近僕中国語をあまり話してないので、なんか中国語の頭はあるんですけど、なんか口があまりうまく動かないんですよね。だから逆にそれはどんなに中国語の頭があってもちゃんと話してないと口とか、他の感覚がその中国語をちょっと忘れて話せるようになくなっちゃうっていうことです。だから最近は僕もたまに一人で中国語を話したりするんですけど、例えば怎么办？我的电脑不见了。我今天要写完我的作业，但是找不到我的電腦。我完蛋了。ここまでオーバーリアクションじゃないですけど、ちゃんと発音をしてちゃんと口も中国語を忘れないようにしています。だから皆さんがもし見て単語を覚えたとしても、多分発音したことない人は全然日本語話せないと思います。せっかく勉強するなら効率が良くて、しかもちゃんと使える日本語を勉強しませんか？あと僕の動画は17言語も字幕があるので、意味を確認しながら、その上に日本語の字幕もあるので、僕が話しているように日本語を話してそれを覚えたら、もう本当に日本語は話せるようになると思います。僕動画の中で決めていることがあって、一つ目は自然な日本語でいろいろなところで使える言葉を選んでいる。あと話すトピックをいろいろなのにして、そのトピックでたくさん使いそうな言葉を使っている。あとは少しだけ僕の動画では使ったことない新しい言葉を入れている。そして最後はニュースとか映画の日本語ってすごく難しいけど、そこのレベルに行くまでに僕のレベルができると他の人とも話せるし、それで映画も少し聞きやすくなっていると思います。ですので僕の動画からフレーズを作るのもいいと思います。そういえば前回の動画でいいねくださいって言ったら本当にいっぱいいいねが来てすごく嬉しかったです。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。